ついにピクセルでもデスクトップモード。こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと嬉しいご報告なんですけども、3月のアップデートでこのピクセルシリーズデスクトップモードに対応しました。これはめちゃくちゃ嬉しいです。このデスクトップモードはこのピクセル自体をケーブルで画面に挿すと、いわゆるパソコンみたいなね画面で操作ができるっていうモードで、これもともと Galaxy で、パソコンの画面につなぐ DeX モードっていうのがあったんですけど、ほぼほぼそれと同じことができるようになったって感じですね。これまでベータ版で一応ねピクセル10シリーズにあったみたいなんですが、今回正式アップデートとしてピクセル8以降の全てのピクセルシリーズでね使えるようになったっていうところで、これはめちゃくちゃに嬉しいです。実際にこのデスクトップモード使ってみると、こんな使い方できるの、これめちゃくちゃいいじゃんっていうところだったり、ここはちょっと今一歩だなっていうところがあるので、その辺も含めて紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速デスクトップモード紹介していくんですけども、今回僕が使っていくのが Pixel 9 Pro Fold ですね。このデスクトップモードを使うにはソフトウェアを最新の状態にしておく必要があるので、こういうところからソフトウェアアップデートを選んで、ちゃんとねシステムが最新の状態かっていうのをチェックしておいてもらえるといいかなと思います。アップデート確認で最新。これで準備 OK なんですが、デスクトップモードを使うにはこのスマートフォン単体で使うのではなくて、外付けのモニターに接続する必要があります。なので、自宅で使っているモニターだったり、テレビとかでも使えるかなと思うんですが、とりあえず僕はこのゲームとかでも使っているモバイルモニターを使っていきます。 Amazon で2、3万円ぐらいで多分買えるやつですね。で、今この状態でケーブルをモニターにバシッと接続すると、こんな感じで外部ディスプレイの接続モードが選べるようになるんですね。で、今まではミラーリングしかできなかったので、ミラーリングだとこういう画面になってしまってパソコンモードとは全く言えないんですが、今回新たに追加されたパソコンっていうモードを押すと、ジャンとこんな感じでパソコンを使ってるかのような画面になるんですね。このスマートフォンを接続しただけなのに、これ結構すごくないですか？というわけで実際にどういう風に使えるのかをちょっと紹介していこうと思います。まず一つが普通にパソコン的に使うというところですね。前の動画でこのキーボードと組み合わせて、カフェとかで快適な作業環境を作るっていうのをやったんですけど、その時はねこのアップデートが降りてこなかったので、基本的にこれを開いた状態でこうやって立ててね、こんな感じで使ってたんですよ。デスクトップモードにしてしまえば本当にもうパソコンの画面みたいな感じで、こうやってねブログを開いたりブラウジングをしたりとかが割と快適に行えるんじゃないかなと思っていて、そうなるとね別途このキーボードが必要になってきて、前にこの間紹介したこういうキーボードを作るとかでもいいんですけど、一番気軽に使いやすいのは Amazon でも購入できる、数千円で購入できるこういう折りたたみキーボードがよく合うのかなと思います。サイズもちっちゃいし結構薄めなので、しかもこうやってバタッと開くとねそこそこ大きめのキーボードになる。トラックパッドもここに備わっているので、もう本当にほぼパソコンですよね。画面とキーボードさえあれば、パソコンみたいな画面でこうやって使うことができるっていうのが、結構強いところだと思います。1個小技的なところで言うと、このまま接続しただけだとやっぱりこのスマートフォンを横長にしたような画面になっちゃうんですね。なので Chrome をお使いの場合はこうやって Chrome の設定から PC 版サイトっていう項目があるので、 PC 版サイトを押すとこういうPC みたいな表示で、使うことができるっていう、こんな感じで設定をすると快適に使えます。で、結構面白いのがこれデスクトップモードなんで、こうやって
上にこの画面がね別途ホバーされるんですよね。これ今ノートのアプリが開かれている状態なんですが、検索からそのまま開いていくとノートになって、こうやってこっち側とあとこっち側で画面をね分割しながら使うっていうことも結構快適に行えます。こういう風に使うこともできるんですが、最近の使い方だとやっぱりこっち側とかにね AI のチャット、チャット GPT とかジェミニとかこういうねクロードとかそういうの開きつつ、こっち側でメモを取ったり、テキストをね、ちゃんと清書したりっていう感じで使うことが多くて、本当 AI 系のツールができてから画面分割とか画面の広さってすごく重要になってきている気がするんですが、その辺がねスマートフォン単体でも PC ライクにそういう使い方ができるのはちょっといいところですね。こんな感じでトバログについてみたいな、こういう風にねちょっとメモを取りながらいろいろと調べ物をしてっていうのがねすごくしやすくなりますね。こんな風に今画面ぬるぬる触ってるんですけど、タッチ操作ができるっていうのがかなりメリットだとは思うので、実はこんな使い方もできます。それが2つ目、これ結構いい使い方だと思うんですけど、よいしょ。ちょっと外付けディスプレイのスペックに依存しちゃうところはあるんですが、こんな風に Android タブレットとか Chromebook みたいな雰囲気で使うことができるんですよ。これ良くないですか？これ結構ね、しかもやっぱ Android ベースなのですごくヌルヌルで、こうやってね調べ物とかも割とサクサク動いてくれるし、なんならやっぱマウスとかを使うよりもねこうやって使っていく方が快適なんじゃないかっていう。これ画面がタッチできる外部モニター、タッチパネル搭載のね外部モニターを使っているのでこういうことが実現できるんですが、意外とこれ便利だなと思ってて、個人的に推したいのはやっぱね Netflix とか Kindle とかああいうインプット系っていうかコンテンツ消費系ツールですね。例えば Kindle とかを開くと、ちょっとさすがに著作権的なところからモザイクはかけさせてもらうんですけど、こういう風に漫画も見開きで割とでかく、しかもヌルヌルとねこう操作ができるっていう、これ結構いいんじゃないかなと思ってます。あとはこういう雑誌コンテンツとかもやっぱり実寸大により近いサイズで細かい文字もねこの Android スマホながら読めるっていうのがすごく良くて、これは結構今後も重宝していく気がします。ちなみに外付けモニターの設定はこの設定項目の接続設定から外部ディスプレイっていうのがあるので、これをね押すと表示サイズだったりディスプレイの解像度がねどのぐらいの解像度でやるかっていう、基本確かフル HD ぐらいまでだと思うんですけど、その解像度が細かく選べたりとか、あとは回転するっていうのも選べるので、例えばねモニターによってこうやって回転させながら使いたいとか、そういうのができるようになってます。で回転をねしながら使うと、こんな風に縦位置で使うと単純にめちゃくちゃでかい Android タブレットを操作しているような感覚なので、漫画とかね雑誌とかはかなり読みやすくなるんじゃないかなと思います。画面でかすぎ、こんな感じでやっぱねベースが Android なのでパソコンの代わりとして使うっていうよりもタブレットとしてねこうやって、タッチできる外部モニターと接続するとめちゃくちゃいい感じですね。ただ1個難点としては、外部モニターもバッテリー内蔵とかじゃない限りは別途ねこうやって電源ケーブルを挿す必要があるので、このピクセル用のケーブルと電源ケーブルで2本ね伸びてしまうというのは難点なんですけど、ベッドサイドに置いておいて気軽にタブレットとか、パソコン代わりに使うとか、そういう使い方は結構ありなんじゃないかなと思います。外付けモニターにね接続する場合の1個注意点としては解像度的なところですね。パソコンによく接続する大きめの 4K モニターとかだとこれでね出力できるサイズが小さかったりするので、そうすると画面が結構荒くて見づらいっていう風になってしまうところがあるから、接続するモニターは何でもいいと思うんですが、大きすぎる 4K モニターだとこれのね表示解像度が間に合わなくて、どうしてもちょっと荒めだなってなってしまったり、ワイドモニターだと対応がね難しかったりと、そういう欠点はあるので、使うのであればどちらかというとこういうね小型のモニターとかを選んでいくと良いのかなと思います。はい、そして使い方3つ目、これがねトバログ的には本命だったんですけど、若干ね注意点とかもあるので、その辺も含めてお話ししていきます。これですね、 XR グラス、これを外付けモニターの代わりに使って、デスクトップ的に使うっていう、これがねいいんですよね。
このね使い方結構前から紹介していて、前の時はね Galaxy の DeX モードじゃないとできないっていう話だったんですが、Pixel でもねできるようになったので、この Pixel 愛用者としてはめちゃくちゃ嬉しいです。これができるようになったの。詳しくはね前の動画も見てほしいんですけど、基本は有線でこういうね XReal とかに接続するんですよ。でこれをですねこうやってただかけるだけでこんな感じでバンとここにデスクトップモード、さっき表示されていた画面がそのまま表示されている感じです。目の前に27インチの画面があるような感覚で、XReal を使うと画面をねここに固定してそのままこっち向いたら違う景色が見えるとか、あとは画面がね追従してくれたりとかそういうのができるから、これカフェで使ったり、あと新幹線とかでねこう上を向きながら酔いにくい姿勢でこうパソコン風なね作業をしたりと、そういうことがめちゃくちゃ快適に行えます。もちろん Android ベースなので PC みたいにね細かい作業だったり込み入ったことはできないんですけど、テキストワークとかちょっとした調べ物をしながらメモを取るとか、そういうライトなテキストワークはめちゃくちゃもうこれでいい気がする。これがすごい最適なんですよね。でちょっとね注意点としては、これ Galaxy DeX モードとかだったら全然問題なかったんですが、若干ね Google Pixel とこう XReal の組み合わせとかだと挙動がちょっと不安定な時があります。なんかねちゃんと挿してるのに電源がつかなかったりとか、なんかこう接続が途中で途切れちゃうみたいなことがあったりするので、すごくおすすめっていうよりかは、こういう選択肢もあるよっていうイメージですかね。いつでもどこでもちょっとした PC を持ち歩いてる感覚で作業ができるっていうのはこれ嬉しいところだと思います。で実際に実用性っていう意味で気になるなっていうポイントもあるんですけど、まず1つ目がこのデスクトップモードにしてる時にこの本体側のね画面を閉じてしまうとディスプレイで接続してる方の画面も消えちゃうっていうのが難点ですね。XReal で作業する時はポケットにねこのスマホを入れておきたいっていう欲があるんですけど、画面を消してしまうとこっち側の画面も消えてしまうので、そこは Galaxy の DeX モードに一歩及ばずっていうところかなと思います。で2つ目がこれアプリによっていろいろあると思うんですけど、対応していないというか挙動が不安定なアプリもありますね。例えばこういう作業でいうと Notion ってめちゃくちゃ使うと思うんですが、 Notion もなぜかなんかブラックアウトというか固まっちゃうみたいな問題が結構ありました。画面分割する時もそうだし、画面遷移をした時に、本当に何も動かないみたいなフリーズしちゃうっていうことが結構あったので、なのでそういうアプリも結構あるのかなっていうところですかね。この辺は Google Keep を使って気軽なメモだけをするっていうね使い方で落ち着いているんですが、Notion メインで使ってるとちょっと気になるかなっていう。はい、実際に使ってみた感じはそんなところですかね。いや、それにしてもこの機能がね最新モデルじゃなくて型落ちの Pixel でも使える、それもフォールドシリーズだけじゃないっていうところがかなり嬉しいポイントですよね。これが結構ねしっかり使えるようになると、カフェで作業する時はもちろんベッドサイドでも飛行機でもいろいろなシーンでこのデスクトップモード使えると思うので、荷物を減らしつつね、最大限作業環境は広くみたいなことができるかなと思います。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもガジェットレビューだったり、それこそねこういう XReal 的なのを使った作業環境みたいな話もしているので、ぜひ過去動画もチェックしてみてください。そしてトバログではトバログペーパーって言って自分の好きなアイテムについてひたすらエッセイ的な感じで紹介する本を出しているので、これもぜひ出版で作っているのでぜひチェックしてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。